ー、いいですね。つけ汁全部入れます。煮詰まったソースね。はい。どうも、独身貴族です。で、今回はですね、独身貴族36歳おっさんが作るですね、最高に美味しい豚の生姜焼きです。生姜焼きのレシピね、僕は至高の生姜焼きと究極の生姜焼きっていうレシピを両方出してるんですけども、それね、どっちも薄切り肉でやってるんですね。で、今回は厚切り肉でやる、生姜焼きです。洋食屋さんで出てくるポークジンジャーみたいなものですね。これがね、めちゃくちゃうまいんですよ。この豚の厚切り肉でやる、最高に美味しい生姜焼きです。で、これ、やっていきます。リュウジのバズレシピ。材料紹介です。まずね、豚肉2枚分使います。スーパーとかでよく2枚一緒に売ってるじゃないですか。合わせて 220g から 240g ぐらいのもの。生姜焼きなんで、生姜を使います。生のを使ってください。チューブじゃ美味しくなりません。生の生姜使ってください。もう全然違いますから。で、あと、玉ねぎ。これ、すごいちっちゃいやつなんで、半分で 50g から 60g ぐらいあると思うんですけども、これを、あとすりおろして使います。なんで、もう皮ごと真っ二つにしてあります。この芯の部分が繋がってた方がおろしやすいんで、こうやってわざと切ってます。あとは調味料概要欄に、あとキャベツね、キャベツ買っといてください。もちろん自分で千切りしてもいいです。で、以上の食材でやっていきます。今回はね、僕の生姜焼きのレシピの中で僕が思うね、一番うまいです。なんでかっていうと、肉のジューシーさが兼ね備えられた生姜焼きなんで、これが生姜焼きかっていう風に想像だけで食べてしまうと、こんな生姜焼きじゃないと思うんですけども、その、色目がね、外していただくと、もうね、本当に至高を超えたうまさになります。ということでですね、至高を超えるためにはどういうことをしなければいけないか。やはりですね、自らが至高を超えなきゃいけないですね。では皆さんに至高の超え方を、ご説明したいと思います。今日のこれだーい、イエーイ。じゃあこれはね、グラスにどれだけ氷が入ったかによって皆さんの運勢を占うやり方です。いきます。小吉ですね。明日の天気は小雨です。明日って言ってもさ、これいつ見てるかわかんないもん。でもね、ご安心ください。このチャンネル見ていただいた方はもうほぼ全員大吉です。なぜかというと、こんなしょうもない茶碗に付き合っていただいてるんですから。あちまししろということで、自らの至高にしていきたいと思います。乾杯。いや、至高を超えるからもうちょっと飲まなきゃダメだ。じゃあやっていきたいと思います。まずね、玉ねぎだけちょっとムキムキしておきましょうか。おろしますんでね、皮が入ってしまうと、この芯の部分ね、芯の部分残しておいてください。これがないとおろしにくいんですよね。で、今回は小さいものなので 60g から 70g のものだと思うんですよ。で、皮をむきます。はい、こんな感じですね。これはね、後ですりおろしていきますんでね。で、お肉なんですけども、お肉選びのコツとしては、こうやって白い筋がね、入ってる、脂身の多い肩ロースぐらいの部分の方が一番美味しいです。なければね、普通のね、とんかつ用でここにだけ脂肪がないように、こういうところに脂肪が通ってるやつの方が、焼いた時柔らかくなります。で、これは下処理をしていきます。このまま焼いちゃうと、反っちゃうんですよね。で、肉が硬くなりがちなんで、筋切っていくんですけども、筋ってこの油とこの赤身の間にあるんですよ。だからこれトントンしていくことによって筋が切れていく。そうすると一段と柔らかく反りがない豚ステーキになります。これうまくね、筋が切れていくとサクッていうんですね。で、これやってってください。これやるとやらないとね、ちょっと違ってきます。筋切らないとちょっと硬くなっちゃったりするんでね。はい。そしてこいつを戻しておきます。一回ね。はい。玉ねぎすりおろします。じゃあこれ大根おろしのものなんですけども、玉ねぎは大根おろしですね。おろし玉ねぎをね、今回使います。普通の生姜焼きでも玉ねぎ使いますよね。でも普通の生姜焼きで使う玉ねぎってスライスだったりしますよね。今回ね、おろしてやります。洋食でやるポークジンジャーっていうと結構このやり方でやられるのが多いですけども、で、芯があることでここまでね、芯を残しておくことでここまですれます。これね、ちっちゃめの玉ねぎだったらちょっとできればグラム測ってくださいね。はい。だいたい 50g から 60g ですから。で、そしたらここに生姜をすっていきます。生姜はね、さっきの大根おろしじゃなくて薬味おろし、ね、こういうねゼスターを、使った方がいいです。その方がね、細かく削れて、生姜の場合は香りが出るんですよね。
で今回は全部おろしちゃいます。これで生姜の場合はもう皮付きでおろしちゃっていいです。洋食屋さんとかだとね皮、取っちゃったりもするんですけども、皮の方がね香り結構強いんですよね。難点といえば少し見栄えが皮の色がついちゃうってとこなんですけども、そこら辺はね見栄えにこだわる料理じゃないんで、家庭料理は味だけこだわりましょう。でこれ結構ねたっぷりめに入りましたね。で混ぜておきます。はい、そして、豚肉なんですけども、こっちには塩コショウを振っておく。パラパラパラっと、下味ですね。でこれはもう両面振ったら、さっきのおろし玉ねぎとおろし生姜、こいつで、肉漬け込みます。まんべんなくこの一番下にも入れてくださいね。はい、サンドして漬け込む。漬け込みもね別にね何日とかやるわけじゃない、何時間とかやるわけじゃなくて、本当に15分ぐらいねやるといいです。こうすることによって玉ねぎの水分がお肉に入ってお肉がすごく柔らかくなる。プラス生姜とおろし玉ねぎの香りもつきます。でここで、さらに、豚肉の臭みを抜く、あとプラスお肉を柔らかくするためにこのお酒ね、日本酒大さじ1杯これ入れて、大体ねこれ常温でいいので15分ぐらいつけといてください。15分つけたらこれ焼いていきます。じゃあ漬け込みが終わりました。でこれね拭ってください。こうやって玉ねぎと丁寧にねちょっと拭ってください。おろし玉ねぎとかソースなんでこっちにね落としちゃいます。あとね、これが残っちゃうとちょっと焦げ付きの原因になっちゃうんで、できるだけこう手で漬け込んだところに落としてください。もう水分はかなり吸収されましたんで、少しねキッチンペーパーで、水分を取ります。少しね。したらここに薄力粉振るとお肉のこの水分がね、薄力粉の効果逃げないんですね。で裏返してでまたここに薄力粉だから、お肉がジューシーに仕上がります。はい、こんな感じね。そしたらフライパンがありますのでこっちで焼いていきます。じゃあフライパンにサラダ油を引きました。コクが欲しい方はねバターとかラードとかでもいいんですけども、今回サラダ油でいきます。で、温めたら焼いていきます。まあね中火ぐらいでいいですよ。あんまり強火でやっちゃうと薄力粉って焦げやすいので焦げが出てきてくるかもしれないので、こんな感じで焼きます。あとはね肉の厚さによってもね焼く加減って違いますんで、こんな感じですね。焼き色こんな感じになります。はい、こっちも裏返して、いいですね。表面がねパリッと仕上がります。薄力粉を使うと常温で漬け込んでありますんで、中まで火が通りやすくなってます。これ表面で 3,4 分ですね焼けば大丈夫です。じゃあこれ焼いてる間にお皿用意しましょう。キャベツかなんか引いといてください。こうやってね、やっぱ生姜焼きって言ったらキャベツですから。あとこれから作るソースもキャベツとすごく合います。はい、そうしましたら、両面がうまく焼けました。そしたらもうこれはね皿にのせちゃいます。はい、こんな感じですね。そうっすねこれ。そしたら、ソース作りいきたいと思います。焼いたこのフライパン、うまみ残ってますんで、ここに、つけ汁全部入れます。ソースですね、醤油ね、味付けです。大さじ1と、小さじ 2ぐらいですね。はい、でお砂糖は小さじ1杯で、みりんが小さじ2杯、味の素は123振りです。でこうシュワッと、炒めます。火はねごめんなさい、さっき、入れるときは切ってたんで、ここから火を入れていきます。このねソースがうまいのなんの最高ですよこれは。はい、シュワッともうこうやってとろみがついてくるんで、もうこれで OK なんです。でそしたら、ここにかけていく詰まったソースね。はい、これがね最高にうまい。厚切り肉とこの生姜ソースで食うこの生姜焼き最高にうまいから。で最後に、パセリなんかがあればパセリかけたいですね。でマヨ、ここにマヨを、これ生姜焼きにあってもいいしキャベツにあってもいいし、じゃあこちらで、至高を超えた厚切りポークで作る最高の生姜焼き完成。はい、それじゃできました。食べていきたいと思います。入れます。うわ、柔らか。こんな感じでございます。火入れ完璧。それではいただきます。もう柔らか。酒に合う。最高です。生姜焼きのね次元を超えてる。マヨキャベツと一緒にいきましょうか。これ
マヨとキャベツめちゃくちゃ合う。うまい。肉の柔らかさが半端じゃない。豚肉のロース肉をちょっと焼きすぎると結構硬くなっちゃうんですけど、これに至っては全く硬くなくてめちゃくちゃジューシーです。お肉を漬け込んで水分を吸わせて薄力をまぶすことによって非常にお肉がジューシーになってます。これはねびっくりしますよ。本気で作る生姜焼きってこれなのかなっていう感じがしますね。味変したいんだけどな。マヨネーズいっちゃったからな。これ粗挽きのブラックペッパーいきましょう。これでございます。合うなこれ。ソースがめちゃくちゃうまい。おろし生姜とたっぷりおろし玉ねぎを加えてるんでめちゃくちゃ美味しい。ソース自体のねコクと爽やかさがこの柔らかい肉を全体的に包んでくれてるんですね。新しい生姜焼きじゃないんだよね実は。これポークジンジャーって昔の洋食屋さんに結構あったんで、これ実は温故知新なんですよね。いやこれ食べてもらいたいね。うまい料理なんですよ、ここで丁寧に作ると。ということでスタートします。乾杯。これちょっと作ってるから食べてる。じゃあいただきます。普通の生姜焼きと全然分厚さ違うね。うまいだろ。何この味付け。思考超えてるんですよ。生姜の風味もありつつ、でもなんか嫌な感じの生姜のツンとくる辛さとか全然ない。生の生姜だと多分結構きついんだけど、ソースを作る時に飛ばしちゃってるから煮詰めちゃってるから、これがいい塩梅になってる。煮詰めた生姜の味でなんかすごいまろやかになってるし、おろし玉ねぎを入れてるからお肉にソースを乗っけるような感じになってるんだよね。だから吸った玉ねぎと一緒に食べることで味がしっかりするっていうのがある。すごい玉ねぎがしっかり受け止めてる感じするわ。一緒に食うのか一緒に食って最高よ。な。最高でしょ。まあ、ワインとかも合うし何でも合うんだけど、普通の生姜焼き家で作ると結構油っぽい感じで後半しんどいなだけど全然そんな感じしないね。油吸っちゃったりするんだよね。でもこれは、一枚肉を焼き上げてるからでロース肉だからバラ肉とかじゃないから、だから油っこさない。意外とヘルシーやこれ実は。じゃあブラックペッパー。ブラックペッパーね。ブラックペッパーはこれビールだと思います。あるんですよ。これも合うでしょ。これ合いますね。ちょっとパンチが効くけど、生姜焼きというかポークジンジャー、まあ、ただポークジンジャーって今知ってる人いないから食べないでしょ。聞いたことあるけど、あっても頼まないね。町の洋食屋さんの食べ方なんだよね。でも、まあ、洋食屋さんって今そんなにないし、ビーフシチューを売りにしているところが俺の地元の千葉でも数軒しかないし、洋食屋さんっていうのがなくなってきてる。そうだね。その中でねやっぱりねこのポークジンジャーの良さっていうのをね伝えていきたい。一回食べてもらえればすぐ伝わると思う。この、まあ、タレも本当にうまいから、だから豚のステーキとして食べていただいてもいいんだけど、生姜焼きっていう概念を壊すと思ってこれ食べる。ああなるほどね。でも実は昔からあるっていう、そういうなんか歴史のある生姜焼きなんですよ。はい。温故知新。温故知新。よく知ってたね。いやいや俺の料理ほぼほぼ温故知新だから昔の料理を知ってる人たちはみんなシェフの人とかに言われるんだけど、リュウジ君ってめちゃくちゃ昔のこと学んで今の世代にブラッシュアップして出してるよねっていう風にめちゃくちゃ分かる人は分かるんだよね。そうだからなんか新しいことを壁ぶっ壊しながらやってるっていう風に思われるんだけど、実は温故知新なんですよ。なるほど。そう本とかねいっぱいあるもんね。そうそうそう、めちゃくちゃ勉強してるから、ちょっと真面目な話になっちゃったね。飲みます。なんで、こちらの新しいようで新しくない思考を超えた生姜焼きぜひ作ってみてください。最近の薄力粉はこれねサラサラだから便利だね。俺が料理始めた頃はこんなのなかった。